んにちは。こんにちは。なにです。マリです。文法語へようこそ。文法語では教科書通りではなく本当に使える日本語を勉強します。今日は日本語能力試験1級の文法です。テーマは方々。何が知ってるカタカタの例はカタカタお伺いしました。とか、お礼カタカタお伺いしました。でも、どんな時どう使うか詳しく知らないから説明して。そうね。多分私は生きてて一度も使ったことないかも。古い感じ。古い、すごい古い感じだし、ものすごくフォーマルなビジネスのシチュエーションでしか使わないんだよね。で意味はさ、そんなに難しくないと思うんだよね。前に文法語でやったガテラってわかる？ガテラとすごい似てる。ガテラの丁寧バージョンだと思えば、お礼しがてら遊びに行きました。遊びに行くっていう、お礼するっていう目的があるんだけど、同時に遊びにも来た。お礼しがてら遊びに来ました。よくあるのは、挨拶するときに、すいません、ちょっとお礼方々近くまで来たので、お礼方々相手に対して言ってもいいし、この間、お客様のところにお礼方々訪問してきましたっていうふうに誰かに報告してもいい。とにかく問題はすごいフォーマルな時にしか使わないから、友達とかの時に使ったらすごい変なの。そうで、使うのが本当に限られてて、お祝い方々とか、お礼方々とか、ご報告方々とか、私は一切使ったことがないんだけど、ご報告方々訪問しました。会社に訪問しました。お客さんに対して言ったりする。それはちょっとフォーマルすぎて。もうフォーマルすぎて全然使わない。ただガテラって確かにすごいちょっとカジュアルだから、ガテラ、ちょっと俺ガテラ来ましたみたいな感じで言ったらちょっとカジュアルすぎるんだよね。だからすごいめっちゃ大事なお客さんとか、ものすごい目上の人に使うときにはわかるんだけど。なるほど。意味分かった方がいいけど、使わない方がいい。誰も使わないから。そうだね。残念ながら多分日本語能力試験の勉強をしているみんなの方がよく知ってると思う。日本人多分知らないと思うんだよね。そう思う。多分敬語が苦手な人とか方々とか言われても分かんないと思う。ガテラと方々が同じ意味だよっていうふうに覚えたら分かりやすいかも。お礼方々ご報告いたします。ご報告方々訪問いたしました。お礼方々お伺いしました。